理解説、自由と反抗の象徴。アメリカン、ニューシネマ代表作ランキング。ねえマリサ、アメリカンニューシネマって何なの？お、いい質問だな。アメリカンニューシネマは1960年代後半から1970年代にかけて、ハリウッドの旧来の映画スタイルを打破した革新的な映画運動のことだぜ。それってどういう映画が多いの？それまでのハリウッド映画は、完全懲悪のストーリーやハッピーエンドが主流だったんだけど、アメリカンニューシネマはもっと現実的で、人間の生々しい感情や社会の闇を描くことが多いんだ。反体制的だったり、道徳的に曖昧な主人公が出てきたりするのが特徴だな。なるほど。じゃあ、なんでそんな映画が流行ったの？1960年代はアメリカ社会が大きく揺れ動いていた時代でな。ベトナム戦争、公民権運動、ヒッピー文化、ウォーターゲート事件、そんな混乱した時代背景があったんだぜ。そんな中で、映画も社会の変化を反映するようになったってわけだ。そうなんだ。でも、今のハリウッド映画とは違うの？そうだな。ニューシネマの特徴は、低予算、リアルな演技、即興のセリフ、オープンエンド、はっきりしない結末とかがある。主人公が最後に成功しないことも多くてな。観客に考えさせる余地を残す映画が多いのも特徴だな。すごく興味が湧いてきたよ。今回はどんな映画を紹介するの？今回はアメリカンニューシネマの衝撃を感じられる名作を、ランキング形式で紹介していくぜ。1960年代から70年代にかけて映画史に大きな影響を与えた10本をピックアップしたから、最後まで楽しんでくれよな。第10位、アメリカン、グラフィティ、1973年。次は第10位。アメリカングラフィティね。1973年に公開されたジョージ・ルーカス監督の作品だけど、どんな映画なの？いいところに目をつけたな。アメリカングラフィティは、1962年のカリフォルニア州モデストを舞台にした青春群像劇だぜ。高校を卒業したばかりの若者たちが、一夜の出来事を通じて成長し、人生の岐路に立つ姿を描いているんだ。具体的にはどんなストーリーなの？物語は4人の若者、カート、スティーブ、テリー、ジョンを中心に展開される。カートとスティーブは翌朝、東部の大学へ旅立つ予定なんだけど、カートは進学に迷いを感じている。一方、スティーブは恋人のローリーと離れることに不安を抱きつつも、新しい生活に期待している。テリーはスティーブから借りた車でナンパに挑戦し、ジョンは街一番の走り屋として若者たちの憧れの的なんだ。なるほど。その一夜で彼らにどんな出来事が起こるの？カートは街で見かけた謎の美女に心奪われ、彼女を探し求める旅に出る。スティーブとローリーは進学をめぐって喧嘩し、一時は別れを考えるが、お互いの愛情を再確認する。テリーはナンパに成功するものの、トラブルに巻き込まれ、ジョンは若い少女を同情させながらライバルとのレースに挑むんだ。それぞれが自分の道を模索しているのね。ところで、この映画の見どころは？まず、当時のアメリカの若者文化がリアルに描かれている点だな。クラシックカーやロックンロール、ドライブインなど、1960年代初頭の雰囲気が満載だ。そして、彼らの青春の葛藤や友情、恋愛が生き生きと描かれていて、見る者にノスタルジーを感じさせるんだ。ジョージ・ルーカス監督といえば、スター・ウォーズシリーズで有名だけど、この作品は彼にとってどんな位置づけなの？アメリカングラフィティは、ルーカスの長編第2作で、彼の出世作とも言える作品だ。自身の青春時代の体験をベースにしていて、低予算ながら大ヒットを記録したんだ。この成功が後のスター・ウォーズ制作への道を開いたとも言えるな。そうなんだ。青春映画の古典とも言える作品なのね。見てみたくなったわ。そう、この映画は、誰もが経験する青春の普遍的なテーマを描いているから、時代を超えて愛され続けているんだ。それに、リチャード・ドレイファスやハリソン・フォードなど、後のスターたちの若き日の姿が見られるのも貴重だぜ。第9位、カッコーの巣の上で、1975年。次は第9位。格好の巣の上でね。
1975年に公開されたこの作品、どんな内容なの？いいところに目をつけたな。格好の巣の上では、ケン・キージーの1962年の同名小説を原作とした映画で、精神病院を舞台に人間の尊厳と自由を描いた作品だぜ。精神病院が舞台なんだ。具体的にはどんなストーリーなの？主人公のランドル・ P ・マクマーフィは、刑務所での強制労働を逃れるために精神異常を装い、オレゴン州立精神病院に収容される。そこではラチェット府長が厳格な管理体制を敷いていて、患者たちは無気力に過ごしていたんだ。マクマーフィはその状況にどう対応するの？彼は持ち前の反骨精神で、患者たちに生きる希望と活力を取り戻させようとする。例えば、患者たちを連れ出して釣りに行ったり、病院内でパーティーを開いたりと、型破りな方法で彼らを鼓舞していくんだ。それで、患者たちはどう変わっていくの？マクマーフィの影響で、患者たちは次第に自分たちの意見を持ち、行動するようになる。特に、今まで無口だったチーフという大男が心を開き、マクマーフィと友情を築くんだ。でも、そんな行動は病院側から見れば問題視されるんじゃない？その通りだ。ラチェット府長はマクマーフィの影響力を危険視し、彼を抑え込もうとする。そして、最終的にはマクマーフィに対してロボトミー手術を施し、彼を無力化してしまうんだ。なんて悲しい結末なの。でも、その後どうなるの？マクマーフィの姿を見たチーフは、彼の自由への意志を尊重し、彼を解放するために安楽死させる。そして、自らも病院を脱走し、自由を求めて旅立つんだ。この映画の見どころはどこなの？人間の尊厳や自由、そして社会の抑圧に対する抵抗がテーマになっている点だな。ジャック・ニコルソン演じるマクマーフィの熱演も見どころの一つだぜ。なるほど。深いテーマを持った作品なのね。見てみたくなったわ。ぜひ見てみてくれ。きっと多くのことを感じ取れるはずだぜ。第8位、俺たちに明日はない、1967年。次は第8位。俺たちに明日はないね。1967年に公開されたこの作品、どんな内容なの？いいところに目をつけたな。俺たちに明日はないわ。1930年代のアメリカで実在した強盗カップル、ボニー・パーカーとクライド・バローの破滅的な青春を描いた作品だぜ。アメリカンニューシネマの原点とも言われているんだ。実在の人物がモデルなんだ。具体的にはどんなストーリーなの？物語は、テキサスの田舎町でウェイトレスとして働くボニーが、刑務所帰りの青年クライドと出会うところから始まる。退屈な日常に飽きしていたボニーは、クライドの危険な魅力に惹かれ、彼と共に各地を転々としながら銀行強盗を繰り返すようになるんだ。二人はどんどん犯罪にのめり込んでいくのね。ああ、やがてガソリンスタンドの店員C・ダブルモスや、クライドの兄バックとその妻ブランチも仲間に加わり、5人組の強盗団として世間から注目を浴びる存在となる。しかし、彼らの犯罪は次第にエスカレートし、警察からの追跡も厳しくなっていくんだ。それで、彼らの運命はどうなってしまうの？最終的に、ボニーとクライドは待ち伏せしていた警察により銃撃され、壮絶な最後を遂げるんだ。このラストシーンは映画史に残る名シーンとして知られているぜ。なんて悲劇的な結末なの。でも、どうしてこの映画がアメリカンニューシネマの原点と言われているの？それまでのハリウッド映画とは一線を画し、社会のアウトサイダーや反体制的な人物を主人公に据え、リアリズムと暴力描写を前面に押し出した点が革新的だったんだ。また、若者文化やカウンターカルチャーの象徴としても受け入れられ、多くの映画制作者に影響を与えたんだぜ。なるほど。時代の変化を映し出した作品だったのね。見てみたくなったわ。第7位、タクシードライバー、1976年。次は第7位。タクシードライバーね。1976年に公開されたこの作品、どんな内容なの？いいところに目をつけたな。タクシードライバーは、マーティン・スコセッシ監督とロバート・デ・ニーロ主演のコンビで制作された、孤独なタクシードライバーの姿を通して大都会ニューヨークの闇を描いた作品だぜ。具体的にはどんなストーリーなの？
物語は、ベトナム戦争から帰還した元海兵隊員のトラビス・ビックルが主人公だ。彼は不眠症に悩まされ、夜勤のタクシードライバーとして働き始める。ニューヨークの夜の街を走りながら、麻薬や売春が横行する社会に嫌悪感を募らせていくんだ。トラビスはその状況にどう対応するの？彼は次第に孤独と狂気にとらわれていく。ある日、大統領候補パランタインの選挙事務所で働く美女ベッツと親しくなるが、初デートでポルノ映画に誘ってしまい、彼女を怒らせてしまう。それで、彼の行動はどう変わっていくの？失意の中、トラビスは密売人から銃を手に入れ、自らの肉体を鍛え始める。そして、13歳の売春婦アイリスと出会い、彼女を救おうと決意するんだ。彼はアイリスを救うことができるの？トラビスはアイリスを救うため、彼女を搾取する者たちに立ち向かう。激しい銃撃戦の末、彼は重傷を負いながらもアイリスを救出することに成功する。トラビスの孤独と狂気、そして彼が見つめるニューヨークの闇がリアルに描かれている点だな。ロバート・デ・ニーロの迫真の演技や、当時13歳だったジョディ・フォスターの熱演も見どころの一つだぜ。第6位、イージー、ライダー、1969年。次は第6位。イージーライダーね。1969年に公開されたこの作品。どんな内容なの？いいところに目をつけたな。イージーライダーは、ピーター・フォンダとデニス・ホッパーが制作脚本主演を務めた、アメリカンニューシネマの代表作だぜ。自由を求めて旅に出る二人の若者を描いたロードムービーなんだ。物語は、コカインの密輸で大金を手にしたワイアット、キャプテンアメリカとビリーが、ハーレー・ダビッドソンに乗ってカリフォルニアからニューオーリンズのマルディグラを目指す旅に出るところから始まる。途中、ヒッピーのコミューンに立ち寄ったり、無許可のパレードに参加して留置場に入れられたりと、様々な経験をするんだ。彼らは旅の中でどんな人々と出会うの？留置場で出会った若い弁護士ジョージ・ハンセン、ジャック・ニコルソンと意気投合し、彼も旅に加わるんだ。三人で旅を続ける中で、行く先々で偏見や憎しみに直面し、自由を求める彼らの姿勢が周囲から拒絶されることも描かれている。自由を求める若者たちの姿勢と、それに対する社会の反応がリアルに描かれている点だな。また、劇中で使用される音楽、特にステッペンウルフのワイルドで行こう、ボーントゥービーワイルドは、作品の象徴的なテーマソングとして有名だぜ。なるほど。時代の空気を感じられる作品なのね。見てみたくなったわ。第5位、卒業、1967年。次は第5位。卒業ね。1967年に公開されたこの作品。どんな内容なの？卒業は、マイク・ニコルズ監督が手掛けた青春恋愛映画で、ダスティン・ホフマン演じる主人公ベンジャミン・ブラドックの成長と葛藤を描いた作品だぜ。世間知らずだった青年が、大人の世界と向き合う中で、自分の道を見つけようとする姿が印象的なんだ。物語は、大学を優秀な成績で卒業したベンジャミンが、将来への不安を抱えながら実家に戻るところから始まる。彼は両親の期待とは裏腹に、社会に出ることに迷いを感じていた。そんな時、両親の友人であるミセス・ロビンソンに誘惑され、不倫関係を持つようになるんだ。ベンジャミンは、ミセス・ロビンソンとの関係に虚無感を覚え始める。そんな中、彼女の娘イレインと出会い、彼女に本当の愛を感じるようになる。しかし、ミセス・ロビンソンは二人の関係を許さず、ベンジャミンを引き離そうとする。エレインは別の男性との結婚を決めてしまうが、ベンジャミンは諦めずに彼女の結婚式に乱入し、二人は手を取り合って教会を飛び出すんだ。そのラストシーンがすごく有名よね。そうなんだ。バスに乗り込んだ二人は、最初は喜びに満ちた笑顔を見せるけど、やがて表情が次第に曇っていく。このシーンは演出としても秀逸で、監督のマイク・ニコルズは、演者にわざと長く笑顔の演技をさせた後にカットをかけることで、まるでやっと終わったと思わせる自然な反応を引き出したんだ。さらに、カットの合図を遅らせることで、彼らがこれからの未来に対して抱える不安を強調しているんだよ。そんな意図があったんだ。
ラストの二人の表情が物語るものってすごく深いね。監督のニコルズ自身も、あのラストは彼らの未来が決して明るいだけではないことを示唆したかったと語っているぜ。結局、二人は家族や社会のしがらみから逃げ出したものの、そこに待っているのは新しい現実で、単純なハッピーエンドではないんだよ。ただのラブストーリーじゃなくて、青春の苦悩や社会への反発も描かれているのね。そうなんだ。特に、劇中で流れるサイモン&ガーファンクルのミセス・ロビンソンやサウンド・オブ・サイレンスは、ベンジャミンの孤独や葛藤を見事に表現していて、音楽の使い方も絶妙だぜ。音楽と映像が一体になって、見る人に深い余韻を残す作品なんだね。まさにそうだな。青春の終わりと新しい人生の始まりが交錯する映画だ。見た人によって解釈が変わる奥深い作品だから、ぜひ見てみてくれよな。第4位、サンダーボルト、1974年。第4位は、サンダーボルトね。1974年に公開されたこの作品、どんな内容なのかしら？サンダーボルトは、マイケル・チミノ監督のデビュー作で、クリント・イーストウッドとジェフ・ブリッジスが主演を務めたアクション映画だぜ。銀行強盗のサンダーボルトと、風来坊の若者ライトフットの奇妙な友情と冒険を描いているんだ。物語は、牧師として身を隠していた伝説の銀行強盗サンダーボルトが、偶然ライトフットという若者と出会うところから始まる。彼らは過去に隠した50万ドルを取り戻すため、再び銀行強盗を計画するんだ。二人の関係性が気になるわね。サンダーボルトは冷静沈着なベテラン。一方のライトフットはお調子者で無鉄砲な若者だ。最初は対照的な二人だけど、次第に深い友情で結ばれていくんだよ。映画の見どころはどこなの？二人の掛け合いや、計画を実行する際のスリリングな展開が見どころだぜ。特に、20ミリ機関砲を使った金庫破りのシーンは迫力満点なんだ。なるほど。エンディングはどうなのかしら？結末は少し切ないものになっている。詳細は見てのお楽しみだけど、アメリカンニューシネマらしい余韻の残るラストだぜ。そうなのね。見てみたくなったわ。ぜひ見てみてくれ。二人の男の友情と冒険が詰まった名作だぜ。第3位、スケアクロー、1973年。第3位は、スケアクローね。1973年のこの作品、どんな内容なの？スケアクローは、ジェリー・シャッツバーグ監督によるロードムービーで、ジーン・ハックマンとアルパチーノが主演を務めたんだ。正反対の性格を持つ二人の男が、旅を通じて友情を深めていく物語だぜ。どんなストーリーなのかしら？物語は、暴行傷害の罪で6年間服役していたマックスと、5年間の船乗り生活を終えたライオンが、南カリフォルニアの荒れ地で偶然出会うところから始まる。マックスはピッツバーグで洗車店を開業する夢を持ち、ライオンはデトロイトで一度も会ったことのない我が子に会うことを望んでいた。二人はヒッチハイクや貨物列車を乗り継ぎながら旅を続けるんだ。二人の性格はどんな感じなの？マックスは喧嘩っ早く短気で、他人を信用しない性格。一方、ライオンは人懐っこくおどけた性格で、トラブルを笑いで解決しようとするんだ。例えば、ライオンはカカシ、スケアクローについて、カラスはおかしな格好のカカシを見て笑い転げて、この畑の持ち主はいい人だ。だから荒らさずにおこうと思うのさと語るんだ。旅の途中でどんな出来事があるの？デンバーではマックスの妹コーリーを訪ねるんだけど、バーでの喧嘩が原因で二人は逮捕され、刑務農場での労働を強いられる。そこでライオンは他の囚人から暴行を受け、心に深い傷を負ってしまうんだ。ライオンの家族との再会はどうなるの？デトロイトに到着したライオンは、公衆電話から妻のアニーに連絡する。しかし、アニーは再婚しており、子供は流産したと嘘をつく。ショックを受けたライオンは精神的に不安定になり、病院に運ばれてしまうんだ。結末はどうなるの？マックスはライオンの回復を願い、彼の面倒を見ることを誓う。そして、ピッツバーグでの夢を実現するため、一人で旅立つんだ。物語は、マックスが駅で靴底を直そうとする場面で幕を閉じる。この映画のテーマは何かしら？スケアクローは、
社会の片隅で生きる人々の友情と孤独、そして夢と現実の狭間で揺れる人間の姿を描いているんだ。二人の男の旅路を通じて、人生の儚さや厳しさを感じさせる作品だぜ。第2位、ディア・ハンター、1978年。第2位は、ディア・ハンターね。1978年のこの作品、どんな内容なのかしら？ディア・ハンターは、マイケル・チミノ監督による戦争ドラマ映画で、ロバート・デ・ニーロ、クリストファー・ウォーケン、メリル・ストリープらが出演しているんだ。ペンシルベニア州の製鉄所で働く仲間たちが、ベトナム戦争によって人生を大きく変えられていく様子を描いているぜ。物語は、製鉄所で働くマイケル、ニック、スティーブンら仲間たちが、ベトナム戦争に従軍する前の結婚式や鹿狩りを楽しむ日常から始まる。戦場での過酷な経験や、捕虜となりロシアンルーレットを強いられるなど、戦争の悲惨さが彼らの友情や人生に深い影響を及ぼしていくんだ。ロシアンルーレットのシーンは有名だけど、実際にそんなことがあったの？実際のベトナム戦争でロシアンルーレットが行われたという記録はないんだ。これは映画的な演出として取り入れられた要素で、戦争の無意味さや人間の極限状態を象徴的に表現しているんだ。この映画の制作に関して、何か興味深いエピソードはあるの？例えば、冒頭の結婚式のシーンは、オハイオ州のロケハン中に知り合った現地の女性との会話から構想されたんだ。また、撮影中に体の正常が不安定だったため、現地で撮影した素材をアメリカに送れず、監督のチミノは現地でラッシュを確認できなかったというエピソードもあるぜ。この映画はどんな評価を受けたの？第51回アカデミー賞で作品賞、監督賞、助演男優賞など5部門を受賞し、高い評価を受けたんだ。しかし、ベトナム人の描き方が人種差別的であるとの批判もあり、議論を呼んだ作品でもあるんだ。戦争の悲惨さや人間の脆さを深く描いた作品なのね。そうだな。戦争が人々の人生にどれほど深い影響を与えるかを考えさせられる作品だぜ。第1位、真夜中のカーボーイ、1969年。ついに第1位ね。真夜中のカーボーイって、どんな映画なの？真夜中のカーボーイは、1969年に公開されたジョン・シュレシンジャー監督の作品だぜ。テキサスからニューヨークに出てきた青年ジョー・バックと、都会の底辺で生きるリコ・ラッツォリッツォの友情と挫折を描いた物語なんだ。ジョー・バックはどんな人物なの？ジョー・バックは、テキサスの片田舎で皿洗いをしていた青年で、自分の魅力を武器にニューヨークで成功しようと夢見ていたんだ。しかし、都会の現実は厳しく、思うようにいかない日々が続くんだ。リコ・リッツォとの出会いは？ジョーはニューヨークで詐欺に遭い、行き場を失っていたところ、片足が不自由なリコと出会うんだ。リコはジョーにマネージャーとして協力を申し出て、二人は共同生活を始めることになるんだ。二人の関係はどう発展していくの？最初は利害関係で結ばれた二人だけど、次第に友情が芽生えていくんだ。リコはフロリダでの新生活を夢見ていたが、病状が悪化していく。ジョーはリコの夢を叶えるため、フロリダ行きのバスに乗るんだけど、リコは目的地に着く前に息を引き取ってしまうんだ。この映画の評価や影響は？真夜中のカーボーイは、成人指定を受けた作品として初めてアカデミー作品賞を受賞したんだ。さらに、監督賞と脚色賞も受賞している。アメリカンニューシネマの代表作として、社会の底辺で生きる人々の現実をリアルに描き、多くの人々に衝撃を与えた作品だぜ。なるほど。深いテーマを持った作品なのね。ああ、都会の孤独や友情、夢と現実のギャップなど、普遍的なテーマが描かれているんだ。ジョーとリコの姿は、現代にも通じるものがあると思うぜ。総評、まとめ。今回はアメリカンニューシネマの衝撃的な名作をランキング形式で紹介してきたけど、どの作品もそれぞれの時代背景や社会情勢を映し出していて、すごく興味深かったわ。そうだな。アメリカンニューシネマは、それまでのハリウッド映画とは一線を画したリアルな物語と登場人物、そして社会の闇や矛盾を描き出した映画のムーブメントだったんだ。
1960年代から70年代にかけて、アメリカ社会はベトナム戦争、公民権運動、ヒッピー文化など激動の時代を迎えていた。そんな中で、従来の価値観や映画の定型を壊し、新しい視点を持った作品が生まれたんだぜ。ハッピーエンドじゃない作品が多かったのも印象的だったわ。そうなんだ。アメリカンニューシネマは、結末を単純な勝利や成功で締めくくらないことが多い。むしろ、現実の厳しさや人間の孤独、社会の不条理を映し出すことで、観客に考えさせる余地を残すのが特徴だったんだ。例えば、タクシードライバーのトラビスや、俺たちに明日はないのボニーとクライドのように、どこか破滅的な運命をたどるキャラクターが多いのも、この時代の映画の特徴だな。じゃあ、アメリカンニューシネマは今の映画にも影響を与えているの？もちろんだぜ。アメリカンニューシネマの流れは、その後のインディーズ映画や社会派映画にも受け継がれているし、現在の映画にもその影響は色濃く残っている。例えば、クエンティン・タランティーノやクリストファー・ノーランといった監督たちは、アメリカンニューシネマの要素を取り入れて、独自のスタイルを築いているんだ。なるほどね。アメリカンニューシネマの名作を知ることで、今の映画をもっと深く楽しめそう。そうだな。今回紹介した映画はどれも一度は見ておくべき傑作ばかりだから、気になった作品があったらぜひチェックしてみてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。